ドリームジャーニーとジャニトレの漫画を依頼されせっかく自分に依頼してくれたのだから気を利かせてジャニトレがモブウマ娘に寝取られる漫画を納品したら山と海のどちらがいいか質問を受けたメジロドーベル。あらトレーナー、そんな呆然とした顔しちゃってどうしたの？いや、ドボ先生がそこまでご機嫌な様子を見るのはめちゃくちゃ久しぶりだと思って。なーに言ってるのよ。私はいつだってご機嫌カルパッチョよ。俺の知ってるドボ先生はいつも絶対絶命って表情で俺に泣きついてくるんだが。トレーナーこそそんな顔してたらせっかくのいい男がだぞ。いかん、ドボ先生がどうかしてしまった。俺というものがありながら。いや、今すべきは後悔じゃない。原因の解明と今後の対策を打ち立てリカバリーに努めることが先決だ。ドボ先生、教えてほしいことがあるんだが。あら、私の3サイズ？知ってるくせに。いかん、落ち着くんだ。俺は中央のトレーナー、鋼の意志を心に宿す者。5本。俺が知りたいのはドボ先生がそこまで上機嫌な理由なんだよ。私のことなら何でも知っておきたいって？愛され馬娘は辛いわねー。いや、そうなんだよ。担当馬の調子が上がるのはいいことだからその理由も知っておきたいなって。そういうことね、じゃあ教えてあげる。実はジャーニーさんとジャニトレさんの8ページ漫画を依頼されたの。ほう。ただ2人がイチャイチャしてるだけなんてせっかく私に依頼してくれたのに悪いと思ったのよ。そうか。だからジャーニーさんのことを誰よりも思っていたはずのジャニトレさんがモブウマ娘に寝取られる漫画にしたの。そうか。せっかく私に依頼してくれたのに悪いと思ったのよ。わかる。ジャニトレさんがモブウマ娘に寝取られる漫画にしたの。素敵だなぁ。ドボ先生の純然たる善意。俺心から尊敬しますよ。なおさら立ちが悪い。ちなみにモブウマ娘はジャーニーさんと正反対の属性にしておいたわ。ドリームジャーニーと正反対というと。高身長巨乳オラオラ系足遅馬娘よ。なんか属性盛りすぎじゃないか？モブキャラとして不適切じゃない？久住先生の売りキャラか？レース以外で光りそうな才能だな。モブウマ娘はグランプリレースどころか重賞にすら出られないドリジャの同期なんだろうな。唯一違うのは身長の高さとデカパ。大丈夫よトレーナー、安心してちょうだい。その言葉で安心できた試しがないんだよ。ジャニトレさんはジャーニーさんのことを確かに愛していたという設定よ。待て、嫌な予感しかしない。その嫌な予感は杞憂よ。真面目さゆえにモブウマ娘ちゃんに逆拒否されて彼女を妊娠させてしまった責任を取るだけだから。もうダメだ。おしまいだ。ドリジャに問いただされても罪悪感から済まないしか言えないんだよね。それを拒絶と勘違いしたドリジャの顔が美しい。見かねたジャニトレが声をかけてその馬娘に好意を持たれてしまうとかそういう感じかな？ジャニトレが担当外のモブ馬娘にうかつに声かけそうなのはわかるが。ストレートにグイグイ迫って好意を伝えてくるモブ馬娘ちゃんに次第に溺れていくジャニトレさん。筆が乗りに乗ったわ。むしろそういう作品じゃないとドボ先生は筆が乗らないだろ。まあここまで足を踏み込んじゃったしどんな内容か詳しく聞いておこうか。心して聞きなさいよね。はいはい。夕暮れ時一人走り込みを続けるモブ馬娘。たまたま見かけたジャニトレさんは持ち前の人の良さで無警戒にも近寄って声をかけたの。でもそのモブ馬娘はジャーニーさんを妬んでいて。ほう。使えると思われたジャニトレさんは言葉巧みに誘導され騙されてマッサージと称した愛撫を受けることに。あの子じゃこんなことできないでしょ？いやらしい笑みを浮かべるモブ馬娘の大きな胸に挟まれてジャニトレさんは最後までジャーニーさんを思いながら謝罪の言葉を叫びつつ果てるの。そしてその写真を撮られたジャニトレさんはずるずると体を迫られ。っていう感じね。ドボ先生、俺は以前から思ってたんだけどさ。ええ。作品世界の都合で仕方ないとはいえ女向け漫画の成田トップロードモブ女キャラってモブでいるのが惜しいくらいのハイスペックだよね。でもこの作品の成田トップロードモブ女キャラはドンソクという欠点を抱えてるの。このドンソクという唯一の欠点は決定的なほどに致命的よ。そうかもしれないけど。高身長巨乳オラオラ系がいざレースになったら致命的なまでに遅いって欠点抱えてるのって逆にギャップ萌えの要素あるんじゃない？これは俺の予想なんだけどドリームジャーニーは成田トップロードものは嫌いだと思うんだ。わからないわよ。趣味思考なんて人それぞれなんだから。
それは確かにその通りだしあくまで予想ではあるんだけどそれでも確信めいたものがあるよ。ドリームジャーニーの機体の欠陥切れてそうだもん。ペルソナっぽい感じで。だとしたら素質あるわね。無敵の返しやめよ。というかいくら創作漫画の中とはいえ自分の思い人が成田トップロードされてうろうってなるような奴はごくわずかしかいないだろう。ごくわずかでもいることに驚きだよ。ともかくそんな作品を納品したらこんな DM が届いたのよ。どれどれ。山か海かどちらがいいですか？おいおいおい。やべえぞ、粛清だ。ロボ先生、これは、これこそ私がご機嫌な理由よ。ご機嫌になる要素ある？だってこれって、私知ってるわ。それっぽいこと言っといて慰安旅行先を選ばせてくれてるだけでしょ？その慰安ってこの作品の納品って意味じゃなくてこれまでの人生お疲れ様的な意味じゃない？ちょっとトレーナー、そんなわけないでしょ。ダメよ。そんなうがった見方ばっかりしてたら。この世に生きる者としてお互い信じる心を大事にしていかなきゃ。ロボ先生は自分を信じてもらって受けた依頼に期待通りの結果で答えられたの？答えられたからこそこうやって慰安旅行の提案まで受けてるんでしょ。すげえな、自分の行動に対するこの自信。気遣いが本当にすごいのよ。慰安旅行の提案だけじゃないんだから。というと？この DM も見て。ふむ。夜のベランダには気をつけてくださいね。偶然落ちるかもしれませんので。ふふ、こういうファンの気遣いが心に染みるわね。偶然落ちるのは原稿だけで十分よ。おい、原稿が落ちるのは偶然じゃないだろ。どうして？締め切りを意識して真面目に取り組んでたら原稿を落とすなんてありえないんだよ。ロボ先生が原稿を落とすのは偶然じゃなくて必然だからな。締め切りが近いのにゲームばっかりやって間に合わないパターンがほとんどじゃないか。締め切りが迫るタイミングで話題作を発売するゲーム会社にも問題があると思わない？それを判断するのはロボ先生じゃないんだよ。なんなのよさっきから。人が上機嫌なところに。というかトレーナー、さっきからああだこうだ言ってくるけど。なんだよ。私に依頼するってことはそういうことでしょう？開き直りやがった。ロボ先生に頼んじゃったドリジャのリサーチ不足では、消す大義名分が必要だった可能性もあるな。普通に純愛が見たいならなぜドボネジロウに依頼したのか。母なるタイガ先生やアリスデジタル先生に依頼したら 120% 望んでたものができただろうに。ステゴに相談したら同期のドーベル勧められた説。姉子なら多少の老いたも笑って許してくれそうだしな。クマちゃん関連じゃなかったらそうだろうな。クマちゃんだとドリジャすら引くくらいの報復しそう。まあ何にせよ今回は大丈夫よ。なんでそう言い切れる？仮にクレームが飛んでくるにしてもおそらくジャーニーさんからだけど。あの DM がクレームみたいなもんだけど。私ってばステゴさんの同期でマックイーンの同門だから手を出すに出せないポジションだと思うのよ。それを分かってるからこそこんな無茶に走ったのか？どれだけ脅されようとも脅しの域でしかないと。ちょっと、私は作品に対して真摯に向き合ってるの。そういう打算が入り込む余地なんてないんだから。ただ全力で作品に向き合ったらそういう内容になっちゃったのよ。依頼者の希望通りに書かないのは作品に真摯に向き合ってないのでは？ちょっとした隠し味だと思ってもらいたいわね。言うほど隠れてるか？隠れてませんね。カレーをリクエストされてシチュー作るようなもん。依頼者からしたらカレーをリクエストしてラーメン出されたようなもんだろ。逆に考えるんだ。食べられるものが出てきただけまだマシと考えるんだ。愛しの人が成田トップロードされてる作品はほとんどが受け付けないのでは？なあ、ほんと頼むよロボ先生。趣味である創作をやめろとは言わないけどもうちょっと気を使ってほしいというか。依頼者に喜んでもらうために気を使って書いてるわよ。ロボ先生の場合は打足であって気を使ってるとは言わないんだ。そんなことで担当場であるメジロドーベルに万が一のことがあったらたまったもんじゃないよ。しかも今回はドリームジャーニーが依頼者だろ。これまでの依頼者たちとは一線を画すからな。嫌だな。黒いゴミ袋に詰め込まれてるドボ先生。でもそんな体験談も次回作に活かすドボ先生。さすがだな。失礼します。タズナさん。担当のメジロドーベルさん宛てにお届け物ですよ。私に？確かにお渡ししましたからね。それでは。ありがとうございます。トレーナー、それは？まあよくわからないけど、ほら。
中身は、あら？旅行券が入ってるわね。もしや、これがきっとお礼の慰安旅行ね。ほら、良い旅をって新聞紙から文字を切り貼りした手紙も同封されてる。怖すぎるだろ。ドボ先生、悪いことは言わないから行かない方がいいんじゃないか？ええ、行かないわ。あれ？行かないの？行かないわよ。なんで？あんなに喜んでたのに。ちょっとトレーナーしっかりしてよね。あたし行くとは一言も言ってないわよ。確かに。あたしの作品を評価してくれてここまでしてくれるのは嬉しいけどもう正当な対価はもらってるもの。評価されていません。あたしは自分の仕事にプライドを持ってるわ。ただ働きはしないし相応の対価はもらうけどそれ以上もらうのもプライドが許さないの。おう、ドボ先生がちょっとかっこよく見える。というわけでトレーナー、これ返送しといてくれる？ああ、わかったよ。さーて、次はどんな作品を書こうかしら。行くと言ってたら俺の命を落としても止めるところだったけど助かったな。作家としてのプライドが自身の命を助けることになったなドボ先生。命まで取られないにしてもひどい目に遭うのは間違いなかった。先生があれな本を書いてどんなに物騒な相手に命を狙われても頭に絆創膏つけてひどい目に遭ったわーくらいで生還してくるのひどい。ドボ先生は生命力も強いって証明されてるのがずるいよ。メジロドーベルゴー31歳、まだまだ長生きしてくれ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。